キングコング。5月14日に公開予定だったゴジラ対コング、延期が決定してしまいました。どうしてだよ。非常に残念ですが、そんな中、いや、そんな今だからこそ、今回は僕が大好きな映画からこのフィギュアをご紹介したいと思います。皆さん、この作品を忘れてませんか？それがこちら、SH モンスターズキングコング。はい、来ました。ピーター・ジャクソン版コング。はい、こちらはですね、2005年に公開されたキングコングっていう映画で、ロード・オブ・ザ・リングの監督でもあるピーター・ジャクソンさんが監督の映画でもあり、1933年のキングコングのリメイク作品のキングコングのモンスターズなんですよ。僕はね、何度か動画でも言ってると思うんですけど、とにかくこの映画が大好きで、はっきり言ってモンスターバースのコング、ドクロ島の巨神よりも映画単体としては好きなんですよね。ベクトルがちょっと違いますけど、なんだろうな。愛と狂気と悲しみ渦巻く大スペクタクルアドベンチャー映画っていう感じ映画の魅力については後半に語りますので、まずはこのコングを見ていきましょう。この動画を見たら少しコングを応援したくなるかも。キングコング。はい、こちらは2005年の映画キングコングに登場した巨大類人猿です。ギガントピテクスの進化系で、ドクロ島の最後の生き残りとされています。ひょんなことから人間の女性であるアンに惹かれていきます。はい、まずこちらいろんなポーズを取れるんですけど、とりあえず直立した状態で高さは16センチほど、そして幅は12センチほど、奥行きは8センチほどになります。素材は PVC で結構軽いです。小ゴリラ。付属パーツはこんな感じで結構充実してるんですよ。楽しみだぜ。モンスターズのゴジラ2019ドハゴチと比較するとこんな感じ。ちょっとコングの方が大きいかなという感じですね。ボリュームも、あるかな。そしてこちら、ムービーモンスターシリーズのコング2021、ゴジコンのコングと比較。いやー、いいな、この並び。だいたい大きさ一緒なんだよね。でね、こうやってね、比較するとわかるんだけど、ピーター・ジャクソン版のコングは、よりゴリラに近い体型なんだよね。足とかが短くて。そしてこの日本版初代キングコングと比較すると、その違いがより顕著ですよね。日本版めっちゃ足長いんだよね。まさにゴリラとチンパンジーっていう感じ。では、世界8番目の不思議、じっくり見ていきましょう。まず顔。これは方向フェイスというか、雄たけびフェイスなんだけど、いいよね、この怒りが伝わってくる、感情が前面に伝わってくる顔。これぞコングっていう感じ。眉間のシワとかね、半端なくかっこいいし、毛並みのディテールとかすごいな。この毛並みのモールドがすごくリアル。そしてこの生々しい傷。この傷もしっかり彫られていて、そこを光沢のある赤で彩色してるんですよね。だから生々しく見えるんですよ。素晴らしい。そしてこのクシュッとね、中央に寄ったシワがやっぱりいかつくていいな。そしてこの瞳。オレンジと黒で彩色されてるんだけど、非常に澄んだね、綺麗な瞳してんだよね。鼻も結構深く彫られていて、すごく立体的です。そして歯も一本一本丁寧に彩色されていて、この歯茎と歯の間の茶色い彩色とかもね、非常に生々しいんだよね。ベロの汚し彩色も非常にいいし、口の奥までね、しっかり作られてるのがいいですね。こちら、キングコングドクロ島の巨神のプレ版限定のソフビと比較しましょう。こうやって比較すると顔の作り結構似てますね。ただ今回のコングの方が、より眉間にシワが寄っていて、怒りが伝わってきます。顔の可動は根元がボールジョイントになっていて、こんな感じでね、上下に動かすことができるんだけど、こんな感じで真上にね、向かせることができるんですよ。これいいよね。そして下は、取れちゃった。こんな感じでおなじみボールジョイントですね。ちょっと取れやすいかな。下はね、ここの顎が干渉するので、これ以上下がりません。そして左右にこんな感じでね、多少顔を傾けることができます。若干ね、首をかしげるような感じですね。ちなみに回すことはほとんどできないかな。この首が干渉するので、ほとんど回せませんね。顔を付け替える場合は、ここが取れます。この耳のところね。おしょ。そして、コング、新しい顔よ。こちら。いやね、
キングコング2005といえば、この表情のイメージが強いかな。なんかこう、非常に知性を感じる表情というか、なんかね、含みを持たせたというかね、考えてる顔じゃないですか。この顔のイメージ強い。そして下から出たこのちょろんとした牙もいいよね。そして最後の表情がこちら。これはいいな。もうまさしく、ウホ顔ですよ。本当に、この上ないウホですね。この口いいわ。このアンとじゃれ合ってた時の表情をこう思い出しますね。いいね。ちょっと心なしか目も可愛いっていうね。キングギドラコング。皆さんはどの表情が好きですか？このそれぞれの表情に合ったポージングはね、後ほどしたいと思います。では続いてこのボディ。この胸筋が結構発達してるんだよね。そしてこの表面のシワもすっごいリアル。乳首さんはちょっと立ってるね。そしてこの傷がやっぱり生々しくていいですね。コングをもってしてもこれほどの傷を負うってことは、いかにドクロ島という島が危険なのかがわかりますよね。塩塗り込んだらめっちゃ痛そうだよね。で、その傷が後ろにもあるんだよね。この痛々しい爪痕4本。さては怪獣王か。で、やっぱり、ここにもあるわ。で、この背中もやっぱいいんだよね。強者は背中で語ると言いますから、結構大きな体をしています。で、このコングの可愛いのはこのお腹なんだよね。このぽっこりお腹ね。これ、横から見ると、ちょっと可愛いんだよね。この丸いシルエット。こう撫でるとご利益がありそうなお腹をしています。いいね。で、ボディの可動は真ん中に1箇所で、こんな感じで上下に動かすことができます。一番反らせた状態とかがんだ状態でこれぐらいかな。そこまで稼働するってわけじゃないです。そして多少ね、こんな感じでひねることもできます。40度か30度ぐらいかな。十分な稼働ですね。そして腕はこうね、ゴリラのように非常に長く力強い腕をしています。この肩の傷からのこの毛並みなんだけど、この毛並みの毛量がね、この辺りは非常に強くなっていて、この辺りもリアルなんだよね。この前腕筋から手にかけての造形、めっちゃかっこいい。そしてこのね、手もしっかりこう爪まで造形されてていいですね。形がかっこいい。左腕のここにも生々しい傷があります。で、腕の可動なんですけど、まず肩がボールジョイントになっていて、こんな感じでね、こんな感じでね、1回転させることができます。こんな感じで開閉もね、できるし、結構自由ですね。で、ここの腕の可動なんだけど、さっき外したら、ちょっととんでもないことになってしまいまして、その様子をご覧ください。時を戻そう。こんな感じになってました。で、ちょっと、この被せを外しますね。こんな感じなんだけど、ちょっとこれでも分かりづらいと思うので、ここをちょっと外してやります。そして、こちら側も外します。で、さっき外したこのフックを、ここの穴に、こうやって、つけます。要するにボールジョイント2つがあって、それをつなぐコネクタパーツが入ってたんです。で、ここはこんな感じで稼働するっていう感じなんだけれども、2つともね。要はこんな感じですね。じゃあちょっと上のボールジョイントにつけますね。でね、腕を外した時に、こう外れてくれるのが理想だったんだけど、厳密に言うと被せがついてるんだけど、ここのボールジョイントがしっかりくっつきすぎてて、こっち側にフックがついたまま外れちゃったの。で、どうなったかというと、ここを無理やり外しちゃったもんだから、ここわかります？微妙に折れたんですよね。だから腕は外さないようにしましょう。で、腕をつけるときは、こんな感じで、こっち側にね、先、フックをつけます。で、せっかく外したから関節を固めるために、このパーマネントマットバーニッシュを注入します。もうちょっと大胆に、こんな感じで流し込みます。よし。で、少し放置します。液体が固まって、少し関節も硬くなりました。そしたらこの被せを、この R と刻印された方を下に向けて、こんな感じで被せていきます。はい、こんな感じでついてボールジョイント部分が貫通しました。そしたら最後にこの腕をつけてやります。ただいま。はい、というわけでここ外しちゃうと、このボールジョイント部分じゃないところから外れちゃうので、よっぽど関節がゆるゆるとかじゃない限り外さないようにしましょう。で、関節はここが、ここもこう、ボールジョイントになってるね。なので、この上腕二頭筋部分をこんな感じで回すことができて、さらにこの肘部分、さっきのコネクタ部分ですね。ここをまずね、こんな感じで上下に
一方向に動かすことができます。これがすごい稼働します。で、さらにこの前腕部分ですね。ここもコネクタ部分なんだけど、こんな感じでね、上下に動かすことができます。ただね、やっぱここね、さっき注入したけど、ちょっとやっぱ緩いよね。で、前腕部分はボールジョイントにもなっているので、こんな感じで多少ひねることができますが、無理はしません。そして手首もボールジョイントになっていて、こんな感じで回すことができますし、多少こんな感じで上下の角度をつけることもできます。これらの腕の可動を駆使してこちら、こう胸を叩く仕草、ゴリラでいうドラミングっていう行為かな、を再現することができます。これいいよね。こうちょっと腕の角度を変えたりとかしてもね、面白いし、左右ね、入れ替えることもできるし。やっぱこの仕草似合うな。雄たけびが聞こえてくる。かっけえ。でもゴリラのドラミングって実はパーらしいんだよね。パーによってこう胸の音を響かせてるらしいんですよ。ちなみにこちらは付け替えパーツの手です。で、劇中のコングはグーとパーの間ぐらいだったような気がするんだよね。で、あるんだよね、その手首が。このちょっと開いた手ね。で、この手にはこんな感じで木片を持たせることができます。こんな感じで多少長さも調節できます。でも劇中で木片を武器として使ってる印象ないんだよな。この木片はゴジラの口の中にでも入れておきましょう。そしてこの下半身なんだけど、さっきも言った通り、上半身に比べてかなり足が短いですよね。腕に比べてあんまり発達してないようなね、そんな感じがします。ただね、このお尻はすごいんですよ。プリッと力強いお尻をしています。この辺のお尻の形はね、僕は結構好きです。このプリケツ感ね。で、こういう体型には理由があって、このコングはほとんど二足歩行しないんですよ。こういう姿勢なんですよ。いや、来ました。これぞキングコング2005ですよね。いわゆるゴリラとかがやるようなナックルウォーキングっていう歩き方。前足というか手をね、力強くバーンってね、駆使した歩き方をするんですよね。これですよね、やっぱ。このあたりがモンスターバースのコングと大きく違う点かなと思います。前から見ても全然違いますよね。ちなみにここ、手もナックルウォーキング用のものに変えました。こんな感じですかね。結構リアルに作られてると思います。うわー、素晴らしいね。ここが平らになっているから自立させることができるんだよね。でもね、このポーズね、意外と取るのが難しかったですね。お尻、すごいな。で、下半身の可動は、まずここね、ここおむつみたいな部分ね、ここをこんな感じでひねることができます。で、足の付け根。ここはね、いつものモンスターズとかと同じような感じで、こんな感じで動かすことができますが、ここが干渉しちゃうので、上げれてこれぐらいかな。でもね、二つともこうやって上げてやると、こんな感じでちょこーんと座らせることができます。これかわいいよね。でもね、これ、微妙にね、これ、もうちょっと前に行けたらいいんだけど、ちょっとね、倒れちゃいますね。でもここでこのウホ顔にして、さらに手のひらパーツに変えてやれば、こんな感じで楽しむコングを再現できますね。ここまでご機嫌なね、表情は劇中ではそこまでしてなかった印象だけど、暗にちょっかいを出して笑ってた時の再現というかね。やっぱこの顔いい。やっぱいいわ。こんな感じでナックルウォーキング用の手に変えてやれば、頭をかいて、うほってね、言ってる可愛い表情も作ることができるね。一応この専用の台座がついててちょっと訳ありだったんだけど、これに立てかけてやれば、いいじゃん。ね。座りポーズの再現。かわいい。で、膝は肘と同じ可動かな。まず、ここがね、こんな感じで上下にね、結構動いて、さらにこのふくらはぎの部分、ここもね、こんな感じで上下に動かすことができます。で、足の先は、多少ひねったりして角度をつけることができる感じかな。そしてこの、本当に足の先、ここの爪の部分ですね。ここがね、面白くて、こんな感じでさ、わかります？微妙にこんな角度をつけることできるんだよね。このさ、動きめっちゃ良くない？関節を見るとこんな感じになってるんだけど、これ素晴らしい。で、左足の裏にはコングのロゴがあるんだよね。この辺かっこいいな。ジャンプして攻撃する時とかのシーンを再現するのに、この足先の関節が生きてきますよね。ちょっと躍動感出るというかね。細かいけどすごい。このナックルウォーキングを再現するには、わかりやすく言うと、こんな感じでちょこんと座らせるポーズからの、わかりました。目いっぱい足を前に曲げてやって、
あとはね、手をついてやると、まあそれなりのね、ナックルウォーキングにできるかなと思いますよ。で、このコングと対峙させたいのは、やっぱり、こちら、レックスですよね。まあね、これはパポ社のティラノサウルスなんだけど、まあこれでも十分絵になるんだけど、今回ね、めっちゃいいフィギュアを手に入れたんですよ。それが、こちら。これめっちゃすごくない？これ本当に劇中のバスタトサウルスレックス、そっくりなんだよね。すごくないこれ。これちょっと感動したんだよね。ちなみに Amazon のノンブランド品で4000円ぐらいで買ったかな。で、めっちゃ似てねと思ってポチったんだけど、届いてみて、やっぱり似てた。まあ、パポ社と比べると、若干品質は劣るかなっていう感じなんだけど、本当に劇中に出てきた T-Rex の進化系と言われるパスタトサウルスレックスにそっくりなんですよ。この T-Rex よりも顔面が発達していて、で、さらにこの牙がめちゃくちゃスキッパなところ、この辺もすごいそっくりなんだよね。この口を閉じた感じとかもね。で、何よりやっぱりさ、この背中っていうか体表の鱗模様。この辺がね、バスタトサウルスなんですよ。やばい。いや、これ絶対それを意識して作ったんじゃないかな。そうとしか思えない。まあね、こいつは T-Rex が独自進化を遂げたような生物で、ドクロ島の頂点に立つと言われている生物なんですよ。ただ、コングの方が圧倒的に強かった印象があります。いやー、てかかっこいいな、このツーショット。やっぱりコングの前にはゴジラもいいけど、恐竜もいいね。で、このコングはこのレックスと戦うんだけど、このアンという女性を守りながらですよ。その上、3体同時に戦いますからね。もう神業ですよ、本当に。こんな感じで常にアンを恐竜から守りながら戦うんですよ。左右の手に入れ替えたりとか、時には足でアン掴んだりとかね。もうね、このシーンの見応えが半端じゃないの、本当に。結構長いんですけど、ハラハラドキドキがずっと続くんですよ。で、コングとレックスが戦ったら、こういう動きになるんじゃないかなっていうのを、リアルに表現してるんですよね。崖から落ちていくレックスの動きとか、微妙なね、細かい動きとかが、非常にこうね、そそるんですよね。ツタに絡まるシーンとかもね、めっちゃすごいんだけど、お前、どんだけこの女の子食いたいねんっていうね。最後のコングとレックスの対マンとかもね、とにかくね、めちゃくちゃいいので、ぜひね、見てほしい。ちなみにアンさんはこんな感じで結構しっかり作られていて、よく見ると、顔もね、彫られてるんですよ。目とか鼻とかね。髪とかも結構細かく作られてるよね。で、コングがアンに、そしてアンがコングに惹かれていく。その流れがすごくいいんですよ。いやー、いただきます。はい。というわけで今回は SH モンスター2キングコング2005をご紹介させていただきました。いやね、造形は本当に素晴らしかったんですが、ちょっとね、関節が緩かったりとか、若干ポーズを取るのが難しかったりとか、ほんの少し残念なところがありましたね。あとね、台座なんだけど、不良品っぽかったんですよ。まあ台座はこんな感じで、いつも通りのね、この2段階の支柱がついてたんだけど、先端がね、これで、このクリップをこう、はめようとすると、わかります？スッカスカなんですよ。合ってないんですよね。これね、だから、不良品なのか、これオークションで買ったんですけど、販売者が欠品したから違うやつをね、入れたかな、どっちかなんだけど、これはひどかったな。バンダイスピリッツのヒューマノイドの、これ、こっちに支えがついたやつ、これにはね、しっかりこう、はまったので、多分微妙にここの穴のサイズが違うんだよね。多分ちっちゃいやつが合ってると思うんですけど、もしね、このタイプで穴が小さいやつをご存知の方がいたら、教えてください。あとこのコングのフィギュアの重さに対して若干この支えが弱いからもう少しね頑丈なこの専用のね台座があったらよかったのかなと思いましたね。浮かして使うのは結構難しいです。まあでも当時の定価が5000円いくらだからめちゃくちゃお買い得だったと思う。過去形。まあこの映画は冒頭にもお伝えした通り本当に好きな映画で、とにかくいろんなものが詰め込まれた映画なんですよ。超簡単にあらすじを言うと、とある映画監督が一発当てるためにみんなを騙してドクロ島という謎の島に撮影しに行って、そこでコングやいろんな生物と出会い、てんやわんやみたいな感じです。でも詰め込みすぎて3時間以上あるんですよ。キングコング2005って検索したら多分第2検索ワードで長いって出てきます。実際にドクロ島に着くのが
1時間経ったぐらいですからね。それまではニューヨークの古き良きおしゃれな映画みたいな感じだったんだけど、ドクロ島に着いた瞬間に雰囲気が180度ガラッと変わるんですよ。そこのね、原住民たちがめっちゃ怖くてね、これがいいんだけどまたね。だからこの映画を初めて見た時に3本ぐらいの映画を見た気分になったのを覚えてます。でもね、不思議と長く感じないんですよ。まあ僕はね、感じなかったって話なんだけど、というのも一人一人に結構スポットライトが当たって見せ場があるんですよね。主役が多いというか、なんか安易な悪役が出てきて死んでざまーみたいな展開がなくて、なんか死んでいく人が漏れなくかわいそうなんですよ。この辺が飽きないポイントかな。まあ強いて言えば映画監督のカールかな。身勝手野郎。まあこの悲劇の元凶ですからね。彼すごいですよ。女性がさらわれてる時も撮影するし、なんだったら人が死んでる時も撮影してますから。元祖カメラを止めるなですよ。でもね、その映画制作への狂気的な執念と思いっていうのは、こう、多少なりともものづくりをしている身として、ちょっと共感してしまうんですよね。僕は嫌いになれないんだよな。ちなみに有名なジャック・ブラックさんが演じられてるんですけど、またいい表情するんですよ。憎たらしい。あと、人間たちが谷底に落ちて、無数の気持ち悪い生物たちに襲われるシーンがあるんですけど、ここがめちゃくちゃおすすめ。なんかね、遊戯王のダンジョンバームみたいなやつとか、巨大なコオロギみたいなやつとか、何この造形みたいなね、独特なクリーチャーとか、昆虫みたいなやつがね、いっぱい襲ってくるんだけど、あの時の絶望感はね、本当に、もう、すごいので、語彙力がなくてすみません。ぜひ見てください。まあね、こう一難去ってまた一難みたいな、こう、展開がだれないのが、長く感じない要因ですかね。あ、コングの魅力全然言ってないわ。まあね、コングは、かわいそうなんですよね。まあね、1933年の元となったキングコングのコングと女性のアンより心を通わせてるんですよね。そこがね、まあ好き嫌い分かれると思うんですけど、僕は好きでした。コングのこう、種族を超えた愛。まあ、生物愛ですよね。まあそれに応えるっていうか惹かれるアン。なんかね、忘れかけてたものをね、思い出すような、作品でもあるので、そこにもね、注目してぜひ見てください。まあ、コングはね、さっきも言ったけど、この表情がめっちゃ好き。なんか本当に人間よりも深いこと考えてんじゃねえかなって思わせる、この哀愁のある顔。まあ、コングにはね、この表情にめちゃくちゃ魅力が詰まってますね。大好きです。まあでも一番のおすすめは谷底のシーン。結局そこかいっていうね。まあね、そんな感じで日本ではね、ゴジラ対コングの公開が伸びましたけど、これを機にね、歴代のゴジラ映画だけではなく、歴代のコングのね、映画を見るっていうのもいいんじゃないかなと思います。モンスターバースとは繋がってないけど、ぜひね、このコングを見ていただきたいです。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。Thank you for watching. それではまた。バイバイ。